お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が開発した、ソビエト連邦軍を震え上がらせた駆逐戦車である、重駆逐戦車エレファントについて解説をする。あれか、亡命作の、黒森。その関連というわけではないが、前々回に当チャンネルでアップした、3号突撃砲の車体を原型とする戦闘車両である、10.5 センチ突撃榴弾砲42型の動画につきまして、多くの方にご覧をいただき、後人の至りです。なお、10.5 センチ突撃榴弾砲42型だけでなく、1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ポルシェティガー、さらにはヘッツァー駆逐戦車から4号突撃砲など、ドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。最近は野戦防空を遂行する対空戦車も扱っております。というわけで、重駆逐戦車エレファントの解説をしていくよ。まず、重駆逐戦車エレファントの開発端緒についてだが、これは、ドイツ国防軍の有名戦車の開発競争に端を発している。ドイツ国防軍の有名戦車とは、ティーガー1戦車だ。以前にアップしたティーガー1戦車の解説動画でも少し言及したが、ティーガー1の開発にあたっては、ヘンシェル社ともう一社、ポルシェ社がそれぞれ試作車を開発し、競い合ったんだ。どっちが勝ったの？結論から言うと、ティーガー1戦車の競合試作については、ヘンシェル社が勝利した。しかしながら、その過程で、後年の重駆逐戦車エレファントの原型ともなる車体も誕生している。どういう経緯で誕生したの？そもそもティーガー1の開発がヒトラー総統から下令された際、ヘンシェル社と競合する立場にあったポルシェ社は、自動車の開発史にも名を残しているフェルディナント・ポルシェ博士の主導のもと、VK4500HP が開発された。このポルシェ社製 VK4500HP は、ニーベルンゲン製作所で製造され、傾斜走行などを積極的には取り入れず、相応に保守的な設計が施されていた。傾斜走行を取り入れないと何か問題あるの？当時における技術水準に照らしての話なんだが、ドイツ国防軍がその防御力に衝撃を受けたソビエト連邦の戦車、T34 がわかりやすいんだけど、走行を傾斜させることで、被弾軽視という効果が期とされているんだ。被弾軽視？被弾軽視というのは、走行を垂直ではなく斜めにすることで、自らの車体に命中した敵の砲弾の運動エネルギーを分散させて、長弾させることを狙った構造を指す。確かに VK4500HP は傾斜走行という感じではないね。もっとも、防御力に配慮がなされていないわけではなく、装甲の厚さは従来のドイツ国防軍の戦車と比較して、非常に分厚い設計となっていた。また、先進性に富むポルシェ博士が主導しただけあって、ガソリンエンジンと電気モーターによる駆動を採用するなど、先進的な試みも盛り込まれていた。電気モーターによる駆動については、ちょっと時代を先取りしすぎてしまったのではないか、という点はあるけどね。ポルシェ博士は当該車体の正式採用に自信あったの？あったと推察される。ヒトラー総統の誕生日に、総統大本営において VK4500HP は総統殿に狂乱されたところ、ヒトラー総統は委託同車両を気に入り、早速量産に着手するよう指示を発したんだ。もうコンペには勝っただろ、ポルシェ社は。しかし、ここから問題が続出する。量産を急いでしまったという側面もあって、VK4500HP はエンジンなどにトラブルが多発し、生産が遅々として進まず、結果として、ドイツ国防軍は VK4500HP の正式化を見送ることにした。同情の念を禁じ得ない、ポルシェ博士。しかし、ポルシェ博士の執念は無駄にはならなかった。量産体制に着手していたこともあり、VK4500HP の車体装甲板などが大量に余る事態となった。これら VK4500HP の材料を使用して開発がなされたのが、本動画の主役である、重駆逐戦車エレファントだ。どれくらいの材料が余ってたの？約90両から100両分だ。これらの材料が、重駆逐戦車エレファントに転用されることとなる。エレファントがやっと出てきたと思うのと同時に、当チャンネルではいつものことだが、前置きの長さよ。
すでにソビエト連邦との間で海戦の火蓋を切っていたドイツ国防軍としては、ソビエト連邦軍の重装甲の戦車に対抗しうる戦闘車両を是が非でも欲しており、3号突撃砲を上回る威力と防御力を有する駆逐戦車の開発が急がれていた。そこで、重駆逐戦車エレファントの開発がスタートする。名称は最初からエレファントだったの？いや、最初は、車体の製造元であるフェルディナント・ポルシェ博士に敬意を払い、フェルディナントという名称だったんだが、その後、ヒトラー総統の意向により、エレファントに改称された。まず、その構造的特徴としては、四方を要する戦闘室が、車体の後部に設置されている点が挙げられる。なんでこんな後ろに設置されてるの？これはね、重駆逐戦車エレファントに搭載された四方が大きいことに呼応して、戦闘室も大きいものにせざるを得ず、砲身ができるだけ車体上部に収まるよう、戦闘室を後方に下げるしかなかったんだ。戦闘室が後方に移動した結果、逆に、機関室は車体の前寄りに配置するよう変更されている。なお、駆動モーターは車体後部に設置されている。また、重駆逐戦車エレファントは、攻撃力だけでなく防御力も重視された車体だけあって、車体には分厚い装甲が施され、車体の装甲には特殊鋼板が使用され、溶接により接合がなされている。なお、防御力の増強のために施された追加の装甲板や、戦闘室との接合はボルト止めだけどね。重駆逐戦車エレファントの手法は、ドイツ国防軍の誇る火砲、8.8センチ PAK-43 にだ。8.8センチ PAK-43 には、対戦車砲である8.8センチ PAK-43 をフェルディナント用に改造したカノン砲だ。同砲は、ラインメタル車とクルップ車による競合試作を経て、戦車砲型、対戦車砲型が開発されたもので、同砲は対戦車砲型だ。同砲は、砲身長71口径の強大な威力を誇る火砲であり、その強大な火力は連合軍にとって脅威の存在だった。マズルブレーキついてるね。重駆逐戦車エレファントには、歩兵対策用の副武装として機関銃とかはついてたのかな？いや、副武装はなかったので、乗員が自衛用の火器を携行していた。重駆逐戦車エレファントの特徴としてよく指摘されるのは、駆動装置に電気モーターが使用される、電気式だったことだ。すなわち、ガソリンエンジンによって発電機を回し、それにより得られた電気でモーターを動かすという機能だった。当時からしたら先進的すぎたのかもしれないね。当時の技術水準の問題もあって、ガソリンエンジンによる駆動と比較してエネルギー的に弱い側面もあり、急斜面で立ち往生してしまうなど、問題もあったらしい。また、左右の動輪が別個のモーターで動くので、同調性にも問題があり、搭乗員の操縦技術によっては直進できないというトラブルも発生したそうな。問題多くない？肯定と否定の両方の評価があり、電気系統の故障により、修理に時間と手間を要してしまったという点も指摘されている。しかし、電気式を採用したことで、重駆逐戦車エレファントはギアチェンジが不要になったので、ギアチェンジに伴い発生する故障というのが構造的に発生せず、稼働率は好調で、この点を評価する前線部隊も存在した。重駆逐戦車エレファントの初陣は、独ソ戦の一角を占める戦闘、クルスクの戦いだ。クルスクの戦いは、ヒトラー総統とドイツ国防軍首脳らの意見対立があったものの、最終的にはヒトラー総統が折れて、ソビエト連邦軍に戦闘を挑んだ戦いであり、結果としてドイツ国防軍は停滞損害を被ったが、このクルスクの戦いで、重駆逐戦車エレファントは予想以上の戦果を収めた。前線部隊からの評価は良く、その攻撃力と防御力の高さは、ソビエト連邦軍にとって非常に脅威だった。ソビエト連邦軍は重駆逐戦車エレファントに衝撃を受け、当時はまだフェルディナントと呼称されていた時期だったこともあり、ソビエト連邦軍は、ドイツ国防軍の自走砲をロシア語読みのフェルディナントとして一括りで呼称するなど、その衝撃の大きさを物語っている。その一方で、電気系統や車体重量に端を発する故障や、副武装としての機関銃が装備されていないことにより、敵軍の歩兵による肉薄攻撃に意外と手間取るなど、実戦を経ての問題点も指摘されている。後年は副武装が装備されたらしいけどね。このように、
中駆逐戦車エレファントは東部戦線と西部戦線で、ドイツ国防軍の期待に応える活躍を見せた。さて、以上の通り、中駆逐戦車エレファントの解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、作戦の神様とまで称されるほど作戦立案能力が評価される一方、幕僚統帥の権下として師団もされている、紀予方編の軍人、辻正信について、日ソ両軍が激突したノモンハン事件の視点から解説をした動画です。一回の陸軍士官にして作戦参謀である辻正信が、関東軍という巨大部隊を引きずり回し、スターリン元帥率いるソビエト連邦軍に戦闘を挑んで、激戦を展開する過程から、辻正信という参謀が、どのような軍人だったのか検討しております。大本営参謀時代も皇帝としての評価が混在する、ある意味得意な陸軍軍人だな。関東軍参謀時代や大本営参謀時代には、辻正信参謀による、強引な作戦指導に対し批判的な意見が存在する一方で、辻正信の近くで過ごしたことのある人物などからは、その人柄の良さが指摘されるなど、どっちなんだ、という不思議な側面のある軍人だ。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。